り解説。1973年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1973年ってどんな映画が日本で公開されたか知ってる？お、いい質問だな。1973年は名作がたくさん公開された年なんだぜ。映画好きにはたまらないラインナップだったな。そんなにたくさんの名作があったんだね。どんな作品があったの？例えば、ジェームズ・ボンドが活躍する007死ぬのは奴らだとか、ディストピアを書いたソイレント・グリーンなんかが公開されたんだ。それに邦画も負けてないぜ。邦画も？どんな作品？例えば、小松左京原作の日本沈没や、深作金次監督の仁義なき戦いなんかが挙げられるな。それぞれの作品が当時の時代背景を反映していて、すごく興味深いんだ。なるほどね。それは楽しそう。具体的にはどんな感じで紹介してくれるの？今回は、1973年に日本で公開された映画の中から、特に注目すべき10本をランキング形式で紹介するぜ。最後まで楽しんで聞いてくれよな。楽しみにしてるよ。早く教えて。それじゃあ、行くぜ。1973年の日本公開映画ベスト10を見ていこう。第10位。007死ぬのは奴らだ。マリサ、1973年の第10位は007死ぬのは奴らだなんだね。どんな映画なの？これはスパイ映画の金字塔とも言える007シリーズの第8作だぜ。ショーン・コネリーからロジャー・ムーアに、ボンド役が引き継がれた最初の作品なんだ。へえ、新しいボンドが登場した記念すべき作品なんだね。それで、どんなストーリーなの？今回はジェームズ・ボンドが麻薬取引に関わる巨大な組織を追う話だぜ。舞台はニューヨーク、ニューオーリンズ、そしてカリブ海のサンモニーク。ボンドが追うのは、カリブの小国の独裁者カナンガと、その裏の顔であるミスター・ビッグだ。ミスター・ビッグ？なんか悪役らしい名前だね。その通りだぜ。彼は麻薬を世界中に流通させるための大規模な計画を進めているんだ。そして、ボンドはその計画を阻止するために、現地で手がかりを探していくんだ。現地って、どんな場所が出てくるの？舞台がすごく多彩なんだ。ニューヨークの摩天楼やニューオーリンズのバーボンストリート、さらにはカリブ海の美しい風景も登場する。しかも、ここではブーブー教なんかの神秘的な文化も書かれているんだ。それは面白そう。映像的にも見どころが多いね。そうなんだ。あと、この作品にはジェーン・シーモアが演じる占い師ソリティアが登場するんだけど、彼女は物語の中で重要な鍵を握る存在だぜ。占い師が重要な役割を果たすなんて、なんだかユニークな展開だね。そうだろ？それに加えて、シリーズおなじみのアクションシーンやガジェットも満載だぜ。特にボンドカーの水上走行シーンなんかはファンにはたまらない見せ場だ。なるほど。新しいボンドの登場と多彩な舞台。それに迫力のアクションが楽しめる作品なんだね。その通りだぜ。だから、1973年の第10位にふさわしい映画と言えるんだ。第9位。ソイレント、グリーン。マリサ、第9位はソイレントグリーンなんだね。この映画ってどんな内容なの？ソイレントグリーンは1973年公開のアメリカの SF 映画だぜ。舞台は2022年の未来。世界は人口過多と資源枯渇の危機に直面しているんだ。2022年って、私たちが生きてる時代じゃない。なんだかリアルな感じがするね。そうだな。映画では、地球は深刻な環境破壊に見舞われていて、温暖化で気候が変動している。食料もほとんどなくて、人々はソイレントグリーンという合成食品に依存しているんだ。ソイレントグリーンって何なの？それが、この映画の最大の謎であり衝撃なんだよ。詳しく言うとネタバレになっちゃうけど、ラストでソイレントグリーンの正体が明かされるシーンは、映画史に残る衝撃的な場面だぜ。気になる。どんな風に話が展開するの？物語は警察官の主人公ソーンが、食品会社の重役の殺人事件を捜査するところから始まるんだ。捜査を進めるうちに、社会の裏に隠された巨大な陰謀に迫っていくんだよ。それって、社会問題をすごくリアルに書いてる感じだね。その通り、
映画は単なる SF じゃなくて、現実の環境問題や資源管理の課題に対する継承とも言える作品なんだ。現代に生きる私たちにも強いメッセージを投げかけてくるぜ。映像的にはどんな感じなの？未来の大敗的な都市がリアルに描かれているよ。街は混雑していて、貧困層が苦しむ姿がリアルすぎるくらいなんだ。その中で主人公が奮闘する姿が、見る人に強い印象を与えるんだぜ。それは面白そうだね。特に最後のどんでん返しが気になるなぁ。ソイレントグリーンのラストは絶対に一度は見てほしい。1973年の映画だけど、今見ても色褪せない傑作だぜ。第8位、ゲッタウェイ。マリサ、第8位のゲッタウェイってどんな映画なの？ゲッタウェイは、1972年にアメリカで公開されて、日本では1973年に公開されたクライムアクション映画だぜ。主演はスティーブ・マックイーンとアリ・マックローだ。スティーブ・マックイーンって聞いたことある。でも、どんなストーリーなの？物語の中心は、銀行強盗のプロである主人公ドク・マッコイだ。彼は刑務所に入れられていたんだけど、保釈の条件として、ある大きな銀行強盗計画に参加することになるんだ。その計画に参加して、どうなるの？計画自体は成功するんだけど、その後が大変なんだよ。共犯者との間で裏切りが起こったり、追っ手に追われたりして、逃亡劇が始まるんだ。彼の妻キャロルも一緒に逃げるんだけど、二人の間にも緊張感が生まれてくる。夫婦の関係も書かれているんだね。逃亡する二人って、どうやって逃げるの？それが、この映画の見どころの一つだぜ。車や列車を使った逃亡シーンは迫力満点だし、スティーブ・マックイーンの運転シーンは特に有名なんだ。彼のクールな演技が際立っているよ。スリリングな展開が続きそうだね。でも、最後はどうなるの？詳しい結末はネタバレになるから言えないけど、最後まで緊張感が途切れない展開だぜ。逃亡劇を通して、夫婦の絆も試されるんだ。それは見るのが楽しみだな。他にこの映画の特徴とかある？特徴といえば、監督がサム・ペキンパーなんだ。彼はアクションの演出が得意で、特に銃撃戦の描写がリアルでダイナミックだぜ。それに加えて、スローモーションを使った演出がすごく印象的なんだよ。それは見応えがありそうだね。見たら手に汗握りそう。間違いないぜ。アクション好きはもちろん、スティーブ・マックイーンのファンにもたまらない作品だと思うよ。第7位、日本沈没。マリサ、第7位は日本沈没だね。このタイトルだけでなんだかすごい話になりそうだけど、どんな映画なの？日本沈没は1973年に公開された日本の SF 映画だぜ。原作は小松左京の同名小説で、日本映画界にとっても重要な作品だ。監督は森谷史郎で、脚本には黒沢作品に参加していた橋本忍が担当しているんだ。それで、日本が沈むって、どういう設定なの？この映画の世界では、地殻変動が原因で日本列島全体が徐々に沈没していくんだよ。学者たちがその危機を察知して政府に報告するんだけど、初めは誰も信じない。でも、現実に異常が起こり始めて、国全体がパニックに陥るんだ。それってすごくリアルで怖い話だね。どんな人たちがこの危機に立ち向かうの？主人公は田所博士と彼をサポートする若い学者たちだ。彼らは沈没を防ぐ方法を探すけど、自然の力に抗うのは簡単じゃない。それと並行して、政府は国民をどう避難させるか、どう生き延びるかを真剣に議論するんだ。自然災害の恐ろしさだけじゃなくて、人間のドラマも書かれているんだね。そうだぜ。特に感動的なのは、主人公たちが命を懸けて沈没の真相を突き止めるところ。それと、避難計画をめぐっての葛藤や、人々の絆も丁寧に書かれているんだ。映像的にはどうなの？地殻変動とか、沈没の様子が見られるの？もちろんだ。特撮を駆使して、海底の地殻が崩れる様子や、日本列島が崩壊していくシーンがすごくリアルに書かれている。今見ても迫力があるぜ。それはすごいね。公開当時も話題になったんじゃない？そうなんだ。観客動員数は約650万人を記録して、
当時の邦画としては大ヒットしたんだよ。それに、アメリカでも、タイダルウェーブというタイトルで公開されたんだ。そんなにすごい映画なんだ。ちょっと興味が湧いてきたよ。災害映画としてだけじゃなく、人間ドラマや社会問題にも切り込んだ作品だから、見応え抜群だぜ。一度見てみるといいと思う。第6位、津軽ジョンガラ節。マリサ。第6位は、津軽ジョンガラ節だね。名前からして津軽地方が舞台みたいだけど、どんな話なの？その通りだぜ。津軽ジョンガラ節は1973年に公開された映画で、主演は江波京子だ。津軽の荒れ果てた漁村を舞台に、複雑な人間関係と生き様を描いた人間ドラマなんだ。具体的にはどんなストーリーなの？主人公の中里伊佐子が、ヤクザ風の男岩木徹男を連れてふるさとの漁村に戻るところから始まるんだ。彼女は東京のバーで働いていたけど、鉄をかくまうため、そして亡くなった父と兄の墓を建てるために村に帰ってきたんだ。徹夫って、何か問題を抱えているの？ああ、彼はよその組の幹部を指して追われている身なんだ。それでも、伊佐子は彼と新しい生活を始めるんだけど、哲夫は単調な毎日に嫌気がさして、やがて村の盲目の少女ユキと親しくなるんだ。それって、伊佐子にとっては辛い展開だよね。その通りだ。伊佐子は村の飲み屋で働き始めるんだけど、不運続きで保険金を拒否されたり、貯金通帳を持ち逃げされたりと散々なんだ。一方で、哲夫は村を出たいと思いつつ、ユキを利用して金儲けを企むようになるんだ。それはひどいね。でも、哲夫にとっても葛藤があるのかな？そうだ。最終的に、哲夫はユキを救い、村に留まる決心をするんだ。だけど、その結末もまた悲劇的で、哲夫は何者かに襲われて命を落としてしまう。それって、かなり重いテーマだね。でも、津軽三味線がタイトルにあるってことは、音楽も関係しているの？津軽三味線の音が物語の中で象徴的に使われているんだ。それは村の文化や、人々の心情を表す重要な要素だぜ。人間の苦悩や絆を描いた作品なんだね。それに、津軽地方の風景も楽しめそう。その通り、厳しい自然の中で生きる人々の姿が、美しい映像で描かれているから、ぜひ一度見てほしい映画だよ。第5位、燃えよドラゴン。マリサ。第5位の燃えよドラゴンって、ブルース・リーが主演してるやつだよね。かなり有名だけど、どんな映画なの？その通りだぜ。燃えよドラゴンは1973年に公開されたカンフー映画で、ブルース・リーの代表作だ。彼が世界的スターになったきっかけの映画で、アクション映画の歴史を塗り替えたと言われているんだ。そんなに影響力のある映画なんだね。どんなストーリーなの？ストーリーはシンプルだけど熱いぜ。ブルース・リー演じる主人公リーが、国際的な武術大会に参加するんだけど、その大会は裏で犯罪組織が麻薬や人身売買をしている場所なんだ。リーは妹の復讐と犯罪組織の壊滅という二つの目的を胸に挑むんだ。復讐と正義のために戦うんだね。アクションシーンもすごそう。それがこの映画の最大の見どころだぜ。ブルース・リーのヌンチャクを使ったシーンは特に有名で、観客を魅了したんだ。あと、面白いエピソードがあるぞ。どんなエピソード？実は、この映画に若き日のジャッキー・チェンが出ているんだ。彼は衛兵役で、リーに地下基地で首を折られるシーンや、お撮影で顔を攻撃されるシーンに出演しているんだよ。それだけじゃなく、ヌンチャクで殴られてプールに落ちる役もやったんだ。ジャッキー・チェンが？それは驚きだね。その撮影中、リーがヌンチャクでジャッキーの顔面を直接叩いちゃったらしくて、ジャッキーの顔が紫色に腫れ上がったそうなんだ。それを見たリーが、毎回申し訳なさそうに謝ったっていうエピソードが残っているよ。ブルース・リーが謝るなんて、なんだか可愛いエピソードだね。それだけじゃないぜ。映画の冒頭で、リーが、ドンとシンク、FEL、考えるな。感じろと言いながら弟子の頭を叩くシーンがあるんだけど、その弟子を演じていたのが、後に著名なアクション監督になるトン・ワイなんだ。へえ、そんな裏話があるんだ。それだけでも映画を見る楽しみが増えるね。まさにそうだぜ。アクション、ストーリー、
そして裏話まで含めて、燃えよドラゴンは映画ファンにとって外せない作品だよ。第4位、ラ・スクムーン。マリサ、第4位のラスクムーンってどんな映画なの？ラスクムーンは1972年に公開されたフランスのフィルムノワールだぜ。監督はジョゼ・ジョバンニ。主演はジャンポール・ベルモンドとクラウディア・カルディナーレだ。原作はジョバンニ自身の小説、一人狼で、彼が自ら脚色監督を務めた作品なんだ。フィルムノワールって、暗い雰囲気の犯罪映画のことだよね？どんなストーリーなの？物語は1943年、南仏の港町マルセイユが舞台だ。この町はフランスのシカゴと呼ばれるほどの暴力街で、暗黒組織のボス、ビアノバが支配していた。組織内で勢力を拡大していたザビエは、ビアノバの罠にかかり投獄されてしまう。ザビエの妹ジョルジアは、兄の弟分であるロベルトに助けを求めるんだ。ロベルトはどんな行動を起こすの？ロベルトはビアノバの暗殺計画を逆手に取り、彼を倒して縄張りのカジノを奪うんだ。しかし、ザビエの無実を証明することはできず、強制労働20年の判決が下る。ロベルトはザビエを救うために脱獄計画を立てるが、逆に自らも投獄されてしまう。週間後、二人は過酷な労働に従事し、戦後ようやく再会を果たすが、待ち受けていたのはさらなる試練だった。かなり重厚なストーリーだね。見どころはどこかな？やはり、ジャンポール・ベルモンドの寡黙で硬派な演技が光る点だな。彼の二丁拳銃でのアクションシーンは特に印象的だ。またクラウディア・カルディナーレ演じる、ジョルジアとの関係性も物語に深みを与えている。全体的にハードボイルドな雰囲気が漂い、フィルムノワール好きにはたまらない作品だぜ。なるほど。フランス映画らしい渋さが詰まった作品なんだね。見てみたくなったよ。ぜひ見てみてくれ。当時のフランス映画の魅力が詰まった名作だからな。第3位、仁義なき戦い。マリサ、第3位は仁義なき戦いだね。タイトルはすごく有名だけど、どんな映画なの？仁義なき戦いは、1973年に公開された日本のヤクザ映画だぜ。監督は深作金次で、主演は菅原文太。この映画は戦後の広島を舞台に、実際の事件を元に作られたリアルなヤクザの抗争劇なんだ。実際の事件が元になっているの？それはちょっと怖い感じがするね。その通りだ。戦後の混乱期、食糧難や復員兵の帰国で社会が不安定だった頃、広島や呉ではヤクザたちが勢力を広げていく。映画はその背景をリアルに描いているんだ。どんな風に始まるの？映画の冒頭のナレーションがすごく印象的なんだ。敗戦後、すでに1年、戦争という大きな暴力こそ消え去ったが、秩序を失った国土には新しい暴力が渦巻き、人々がその無法に立ち向かうには、自らの力に頼る他はなかったっていうセリフから始まるんだよ。それって、見る人の心を一気に掴む言葉だね。すごく深い。その通りだぜ。このセリフは映画のテーマを象徴しているし、観客を物語に引き込む力があるんだ。それに、こういう重厚な脚本が、この映画をただのエンタメ作品じゃなくしているんだよ。脚本がそれだけしっかりしてると、物語もすごそうだね。物語は、菅原文太演じる広野正蔵が偶然ヤクザの抗争に巻き込まれて、組に入るところから始まるんだ。そこから、義理や人情を超えた生き残りをかけた抗争が繰り広げられる。義理や人情の世界だけじゃないんだね。ああ、この映画はそれまでの美化されたヤクザ像を壊した作品なんだ。裏切りや血生臭い抗争がリアルに描かれていて、見ているとその世界の苛烈さが伝わってくるぜ。映像もリアルなんでしょ？ドキュメンタリー風の演出が効果的なんだ。特に銃撃戦や刃物での戦いの描写は、緊張感があって圧倒されるよ。それと、ナレーションが入ることで物語がよりわかりやすく進むんだ。菅原文太さんの演技も見どころだよね。その通り、彼の硬派で迫力のある演技は、この映画を象徴する存在だぜ。また、松方弘樹や梅宮達夫など、当時の名優たちも印象的な演技を見せている。テーマは重いけど、見る価値がありそうだね。間違いないぜ。仁義なき戦いは、
日本映画史に残る傑作だ。戦後の日本の闇をリアルに描いたこの作品は、ヤクザ映画の新時代を切り開いたと言えるぜ。第2位、ポセイドン、アドベンチャー。マリサ、第2位はポセイドンアドベンチャーだね。タイトルだけで何か壮大な感じがするけど、どんな映画なの？ポセイドンアドベンチャーは、1972年に公開されたアメリカのパニック映画で、日本では1973年に公開されたんだ。監督はロナルド・ニームで、主演はジーン・ハックマン。巨大な豪華客船が転覆し、生存者たちが命がけで脱出を試みる物語だぜ。パニック映画ってだけでドキドキするけど、どうして船が転覆しちゃうの？それが、この映画の最初の大きな見どころなんだ。船は新年のパーティーで盛り上がっている最中に、突然の巨大な津波に襲われて転覆してしまうんだよ。船は上下逆さまになって、地獄のような状況になるんだ。上下逆さまの船から脱出なんて、考えただけで大変そう。本当にその通りだ。生存者たちは船の中であらゆる困難に直面するんだ。火災や浸水、それに瓦礫で行き場を失ったりと、脱出のたびに命がけの選択を迫られるんだ。主人公たちってどんな人たちなの？主人公はジーン・ハックマン演じるスコット牧師だ。彼は信念を持った強いリーダーで、生存者たちを率いて脱出を目指すんだ。その他にも、元警官や歌手の女性など、個性豊かなキャラクターが登場して、それぞれが自分の役割を果たしていくんだよ。みんなが協力して困難に立ち向かうんだね。どんなところが見どころ？やっぱり、上下逆さまの船内を進むシーンが圧巻だぜ。観客に強い緊張感を与える演出がすごいんだ。それに、船内のセットもリアルに作り込まれていて、臨場感が半端ないんだよ。アクションシーンも多そうだね。それにドラマ性もあるのかな？もちろんだ。キャラクターそれぞれの背景や、極限状態での葛藤が書かれていて、単なるパニック映画以上の深みがあるんだ。例えば、自分を犠牲にして他人を助けるシーンなんかは感動的だよ。パニックと人間ドラマが融合した映画なんだね。その通りだ。ポセイドンアドベンチャーは、パニック映画の金字塔とも言える作品で、多くの観客に愛され続けているんだ。一度見たら忘れられない名作だぜ。第1位、ウエストワールド。マリサ、第1位はウエストワールドなんだね。タイトルだけで何か未来的な感じがするけど、どんな映画なの？ウエストワールドは1973年に公開されたアメリカの SF 映画だぜ。監督と脚本を手掛けたのはマイケル・クライトンで、彼は後にジュラシック・パークの原作者としても知られるようになるんだ。それって、ただの SF じゃなくて何か深いテーマがありそうだね。どんなストーリーなの？舞台は近未来の高級テーマパークだ。パークはウエストワールド、メディーバルワールド、ローマンワールドという3つのエリアに分かれていて、それぞれ西部劇、中世、古代ローマを再現している。ここでは人型ロボットが案内役や住人として登場し、訪れた客は好きなシナリオを楽しめるんだ。なんだか夢のような場所だね。でも、そこに何か問題が起こるの？そうだ。映画の核心は、ロボットが突然暴走するところにあるんだ。主人公たちは西部劇を再現したウエストワールドを訪れるんだけど、ロボットが命令を無視し始め、次第に人間を襲うようになるんだ。ロボットが暴走するって怖いね。どうしてそうなるの？暴走の原因はシステムのバグなんだ。映画では、テクノロジーの進化がもたらす危険性や、制御できない技術の恐ろしさを書いているんだよ。それって現代にも通じるテーマだね。見どころはどんなところ？見どころは、ユル・ブリンナー演じるガンマン型ロボットの恐ろしさだ。彼は無表情で追いかけてくるんだけど、その姿がすごく不気味なんだ。ロボットの完璧な機械性が逆に恐怖を際立たせているんだよ。映画全体がスリルに満ちていそうだね。その通りだぜ。それに、テクノロジーへの継承だけでなく、人間の欲望や倫理観についても考えさせられる映画なんだ。見終わった後に深く考えさせられる作品だと思うよ。SF 好きにはたまらない映画みたいだね。間違いないぜ。ウエストワールドは、ただのエンタメじゃなく、未来への継承を鳴らした名作なんだ。
今でも色褪せない魅力があるから、ぜひ見てほしい作品だぜ。総評、まとめ。マリサ、今回紹介してくれた1973年の日本公開映画ベスト10。本当に名作揃いだったね。そうだな。この年は、SF、アクション、ヒューマンドラマ、ヤクザ映画まで幅広いジャンルの名作が公開されたんだ。時代背景や文化が色濃く反映されている作品ばかりだから、見る価値があるぜ。どの映画も、それぞれのテーマが深くて考えさせられるものばかりだったね。エンタメとしても楽しめるし、社会の問題にも目を向けられる感じ。その通りだ。特にウエストワールドやポセイドンアドベンチャーは、テクノロジーや自然災害という現代にも通じるテーマを扱っているし、仁義なき戦いは戦後日本の暗い一面をリアルに描いていた。映画を通して、時代や社会について考えるきっかけになるよな。そうだね。それに、アクションや映像美、演技の魅力も存分に味わえる作品が多かったから、今見ても全然古く感じない気がする。ああ、名作っていうのは、時代を超えても楽しめるものだからな。1973年という年が映画史にとって、どれだけ重要だったのかがよくわかるランキングだったぜ。じゃあ、私も今回の映画、少しずつ見てみようかな。また色々教えてね。もちろんだぜ。映画の世界は奥が深いから、これからも一緒に楽しもう。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。